ローウォーズファンの皆様、おはようございます。まず最初は、業務連絡からになります。第1回目の視聴者プレゼントに、多数のご応募をいただき、ありがとうございました。1名様の当選枠に対して、684件の応募がありました。それでは早速、抽選の下準備、実際の抽選、商品の発送の模様を、動画で確認していただきたいと思います。なお、視聴者様に公平な抽選を行っていることを証明するために、今回は商品の発送の模様を録画して動画内で公開していますが、次回からは当選結果発表後に商品の発送をさせていただきます。当選者は ID 番号244万6155さんに決定しました。おめでとうございます。続きまして、商品の発送の模様をご覧になっていただきながら、本日の話題に進みたいと思います。ヒーローウォーズを遊戯する際に、大勢の人が目標としているのは、ゴールドリーグだと思います。そして、ゴールドリーグで活躍するためには、競合ギルドへ加入することが、目的達成の最短経路になります。じゃあ、強ければどのギルドでも良いかというと、決してそうだとも言えない問題が一つあるのです。それは、ギルドの公用語、つまり、言葉の問題になります。2020年7月以前までは、英語、イタリア語、中国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ロシア語の7つの公用語しか選択できませんでした。現在では、日本語と韓国語も加わったので、ギルドに加入する際の言語の選択肢は、9カ国語になっています。一般論的に、どのギルドが強いかといえば、遊戯人口を多く抱えた言語のギルドが、相対的に強いということが容易に想像できます。その理由としては、言語人口の多さが、その言語を公用語にしているギルドの選手層の厚さと同じだからです。そこで、今回の動画では、ヒーローウォーズモバイル版の配信国別セールスランキングを見ながら、何語のギルドに所属すればよいのかを考えてみようと思います。この資料は、ゲームアイさんの調査資料を参考にしています。これは、モバイル版の売上ランキングですが、ウェブパソコン版と Facebook 版のヒーローウォーズも同じような人気になっていると思われますので、この動画では、モバイル版のランキングをそのまま、パソコン版と解釈して話を進めます。さて、このランキングを見ると、ヒーローウォーズを最も多く遊戯している国は、ロシアが1位で、ドイツが2位、日本が3位となっています。ゲームの売上イコール、遊戯人口と仮定しての話になりますが、ロシア語のギルドとドイツ語のギルドに参加すれば、ゴールドリーグまで昇格できる可能性が高いということがわかります。ゴールドリーグ内に日本語ギルドが全く存在しないサーバーもありますが、日本人プレイヤーの場合だと、英語ギルドを第2候補とすることも可能です。最大派閥、ロシア語ギルドについて、話をするよ。俺は最強だから、言葉の壁があっても、ロシア語ギルドで頑張る、という人がおられるかもしれません。今回はそういった人のために、4ヶ月間ほどロシア人と一緒に遊戯していた日本人プレイヤーの、ピロシキさんにお話を聞いたので、それをそっくりそのままご紹介します。ピロシキさんは、サーバー11のゴールドリーグで、1位を維持し続けている MKC で遊戯していた猛者になります。では、ピロシキさんの感想をお聞きください。MKC がロシアギルドの典型かどうかはわかりませんが、在籍期間は約4ヶ月、在籍メンバーはロシア以外の欧州人もちらほら、日本人も私以外に1人いました。公用語はロシア語。ただし、必要に応じてプライベートメッセージなどで英語で指示してくれるので、その部分では苦労しませんでした。また、皆さん親切だなという印象でした。ギルドチャットはロシア語なので、見ただけでは会話内容は想像もつきません。翻訳ソフトに頼ってもロシアンジョークか何なのか、意味不明な話題で盛り上がっていることも多々。
正直会話に参加することは難しかったです。以上が、ピロシキさんの発言になりますが、視聴者様は、このようなロシア語の環境で、4ヶ月間も遊戯が可能でしょうか？まあ、日本人から見たロシア語は難解としか言いようがありませんし、ロシア人から見た日本語も同様だと思います。では、今回の動画の内容をまとめるよ。ゲーム愛さんのセールスランキングを参考にすると、ヒーローウォーズでは、ロシア、ドイツのプレイヤーが多いことがわかります。ガチギルドで天下を取りたいと思う人は、ロシア語ギルドやドイツ語ギルドに加盟するのも、一つの選択肢なのかもしれません。さて、動画終了のお時間になりましたので、今回はここまでになります。では、最後になりますが、ロシア語を理解するのは、ちょっと無理じゃね？と思う人は、チャンネル登録を、ぜひ、よろしくお願いいたします。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。